登場キャンペーンの新ポケ優先度、ジャスパルと申します。いよいよ新フィールドへの道が切り開かれまして、新たなポケモン、新たなレシピが流星群のように降り注いで始まりましたアンバー渓谷環境。ポケモンスリープ 3.0 が本格的に始まったその息吹を、竜の息吹をひしひしと感じております。ってことで、もうすでにアンバーにいらっしゃる方も解禁前の方も来週から2週間アンバー渓谷登場キャンペーンが始まります。特にアンバー解禁前の方にとってはナックラー以外はしばらく出会うことすらできませんので、この機会にどのポケモンを狙うべきなのか一緒に考えていきましょう。新コードだったり手持ちのポケモンによってめちゃくちゃ状況変わるんじゃないかなと思います。それでは参ります。ということで、まず最初にアンバーキャンペーンの概要をざっくりおさらいして、その後に新ポケモン3体、タツベイ、石住まい、ナックラーについてもざっくり確認して、そこから誰をゲットしていくのか考えていきます。ってことで、まずはアンバーキャンペーンのおさらいです。アンバー渓谷登場キャンペーン。通常の若草本島とアンバー渓谷の2フィールドでのみ開催される2週間のキャンペーンです。他のフィールドに行くとボーナスも限定ミッションも受けられませんのでご注意ください。ボーナスは若草本島でもタツベイ、石住まい、ナックラーが出現してくれて、それぞれ小ピックアップ、そして睡眠タイプごちゃ混ぜっていう新ポケモンに出会えるかもねっていうボーナスだけの非常にシンプルなものとなっております。またイベント2週目の水木金曜日はニュームーンデーも重なりますので、そのタイミングでお香を使えば色違いの新ポケモンにも出会えるかもみたいな感じですね。で、公式からアンバーの方が新ポケモンたちに出会える確率が高くなってますよっていうアナウンスもされておりますので、より厳選したい方はぜひアンバーに行ってみてください。といったアンバー渓谷登場キャンペーンとなっております。では続いて、そんなキャンペーンの主役たち、タツベイ、石住まい、ナックラーについてもざっくりチェックしておきます。まずはタツベイから。睡眠タイプはウトウトです。ドラゴンタイプの木の実が得意なポケモンで、最終進化はボーマンダですね。600族なんて呼ばれる大器晩成なポケモンで、育てるのに必要な経験値が通常ポケモンの 1.5 倍かかってしまう育成が大変なポケモンとなっております。その代わりにチルタリスよりも10分以上速いスピード、エナジー高めな食材、さらにスキルが鍋拡張ってことで、木の実も料理もガチ両刀でポテトの流星群を鍋にお見舞いしていける超ド級の木の実アタッカーとなっております。全木の実ポケモン中余裕で最も強いのがこのボーマンダなので、木の実得意の常識を変えるかのようなポケモンではあるものの、それは同じレベルで比較した時であって、例えば同じ経験値時点、チルタリスのレベル60とボーマンダレベル53って大体同じ経験値なんですけど、その時点で比べると両者の強さはほぼ同じというか、なんならレベル60食材を解禁している分、チルタリスの方が強いくらいにはね、しっかり調整されているっていうのがなかなか面白いところなんですよね。まあライバルとしてはね、やっぱりチルタリスが同じドラゴンタイプということで、まず名前が挙がるかと思うんですけれども、無課金視点だと食材の違い、スキルの違い、あとは今までに集めた飴の量と今後の将来性などなど、それぞれでね、判断していくことになるんじゃないかなと思います。そんな最強だけど育てるのが大変なタツベイです。詳しくはね、こちらの動画をご覧ください。続いて、石住まい。タツベイと同じく睡眠タイプはウトウトです。進化すると岩パレスとなります虫タイプのスキルが得意なポケモンで、自身の第一食材とメインスキル食材セレクト S でツヤツヤアボカドを集めることができる数少ないアボカド担当を担える一体となっています。スキルを極めれば食材ポケモンであるフライゴンと遜色ないほどのアボカドを集めつつ、ポテトとオイルも集められるっていう凄まじい強さを発揮してはくれるんですけど、1進化ポケモンでスキルレベルの最大値が現在7ということで、メインスキルの種を5個食べさせないとレベルマックスにならないっていうのが無課金目線、非常に悩ましいポイントになるかなと思います。なお、スキルのポケモンとしては食材の能力に著しく秀でたポケモンでもあり、あんまり伝わらないかもしれないんですけど、クレセリアとかダークライに匹敵するほどというか、それよりも強いくらいの食材力を備えております。もうスキル得意としては間違いなく最高峰です。メタモンよりはちょっと弱いくらいなので、最悪食材のポケモンとして活躍してもらうっていうのもギリなしじゃないんじゃないかくらいのステータスは持っていたりします。まあ何にせよね、アボカド担当としてお呼びがかかることが多そうなスキルの石住まいでした。詳しくはこちらの動画でがっつり解説しております。
最後、アボカドの申し子は彼でした。ナックラー参ります。睡眠タイプはぐっすりタイプです。進化するとフライゴンになる地面タイプの食材が得意なポケモンで、ツヤツヤアボカドを集められる唯一の食材ポケモンでした。昨年はね、ゴールドの新ポケは3体とも食材タイプで、もっと言うとパルデア御三家も全員食材だったんですが、今年は大きく変えてきたなーっていう印象ですね。新食材×メインスキルエナジーチャージ S ってことで、キテルグマやクワガノン、パンプジンなんかに続く食材特化の強いやつって感じです。いずれにせよメインスキルの種なしで大量にアボカドを集めるためには彼の力を借りるしかないっていうめちゃくちゃ重要なポケモンになっているかと思います。ただしナックラーたちはトープ洞窟にも出現してくれるため、今回のキャンペーンを使わずとも唯一アンバー前に探すことができるポケモンでもあります。でもね、アボカドの料理を作りたければ優先度は随一だろうってことで、今後かなり探していくことになるかと思う新ポケ唯一の食材得意ナックラーでした。フライゴンの強さについてはこちらの動画をご確認ください。そんな新ポケモンたちを2週間だけは若草本島でも探せるよっていうアンバー渓谷登場キャンペーンとなっております。といった感じで新ポケモンたちのことをなんとなく雰囲気つかめましたでしょうか。ではここからは各ポケモンたちについてゲットの優先度みたいなところを考えていきたいと思います。こちらも達兵衛から順番に参りましょう。ってことで達兵衛、無課金初期勢パルメセンのゲットの優先度は低めかと思います。嫌だね厳選したい。もうだだこねちゃう。まあでもね、動画ではね、思っていることをちゃんとお伝えしたいので、優先度を考えてしまうと3体の中では一番低いんじゃないかなと思ってます。まあ、評価は非常に高いんですけれども、優先度が高くないっていうね、感情的にめちゃくちゃ困るやつですね。そんな達兵衛の偉いポイント、鍋拡張が偉大、飴はフレンドさんからもらえそう、今年はミニ飴ブーストが多かった、このあたりが挙げられるんじゃないかなと思います。まず鍋拡張が偉い、これね、無課金的にはてか私的にはめちゃくちゃポイント高くてですね、ボーマンダの鍋拡張料理パワーアップ S があればスキルの重ね掛けでそれこそ一番サイズの大きいアボカドグラタンを作っていくこともね、そこそこできるんじゃないかなと思います。またアンバーまで行って鍋をね拡張できれば、細かい鍋拡張で目覚めるパワーシチューが作れたりとか、スパークスパイスコーラが作れたりとか、結構ね小回り効くだろうなと思ってるんですよね。いろんなレシピにアクセスできるといろんなポケモンを育成するときに便利なので、個人的に偉いポイントが非常に高くなってます。同じ理由でね、レントラーやマスカーニャの評価もめちゃくちゃ高いです。他にはね、意外と育成なんとかなる説がありまして、これはフレンドさんの力がおそらく必要不可欠になるんですけど、フレンドリサーチの飴人気が高そうな気がするんですよね。実際ね、ラピスラズリ湖畔の時のミニ竜の飴は相当送ってもらえたなーっていう印象で、なんならゴールドが実装された後もずっとちょこちょこ送ってもらえた、飴の手に入りやすいポケモンっていうポジションになるんじゃないかなって気がするんですよね。で、パルはね、メインアカウントでは海竜レベル60が1体いるんですけど、もう1体海竜レベル50を育てられるくらいには飴があったりもするので、まあね、ある程度時間はかかっちゃうんですけど、育成するための飴はそれなりに手に入りそうですし、今年のミニ飴ブーストの頻度を考えると、意外とつるっとね、レベル50、60喜んでぐらいはいけるような気もするんですよね。で、反面、達兵衛の懸念点というか、優先度が上がりにくいポイントについてなんですが、アンバーで強い、かけら消費がえぐい、アボカド集められない、言うて代わりのポケモンがいる。この辺かなと思ってます。まず、アンバーで強いなんですが、ボーマンダって現状、アンバーで活躍してもらってこそ輝く木の実のポケモンとなっているので、まあ他のフィールドでは活躍しづらいポケモンと言い換えてもいいだろうと。で、パルはね、他のフィールドでも役割を持てるポケモンの方を評価を高くする傾向にありますし、例えばね、初心者の方が若草本島で達兵衛ゲットしたとしても、アンバーまでなかなか活躍できないし、飴もたまらないみたいなことになるんじゃないかなと思うんですよね。またね、もう1年後くらいには次のフィールドが来てもおかしくないですし、10ヶ月後くらいにはシアン EX とかも来るかもしれません。もちろんね、次のドラゴンフィールドが来た時には大活躍できるだろうと思うんですけど、一旦期間限定で活躍できるポケモンなんじゃないかっていう風に考えると、ゆっくり飴を集めて育て終わった頃にはシアン EX へこもりますってなっちゃうのはちょっと悲しかったりもしますよね。
ってことでね、ゲットしてから実際に活躍するタイミングにラグがありそうなことと、その後すぐに活躍期間が終わりかねないっていうことを考えると、ちょっとムムムムムという感じなんですよね。で、じゃあ、アメブースとして一気に育てたい場合、次の問題があって、かけら消費がでかいと。まあね、飴はね、なんとかなると思ってるんですけど、当然育成に必要なかけらの量も 1.5 倍かかるのが達兵衛、ボーマンダなので、かけらがね、なかなか特に今足りるかっていう問題があると思うんですよね。しかも、ミニアメブーストを使うってなると、育成に必要なかけらさらに2倍かかるわけで、レベル50まで上げるのでも50万かけらくらい、レベル60だとそこからさらに110万かけらくらい、合計160万かけらくらいかかりますし、ホリデーのアメブースト、通常アメブーストだともっとかかるってことで、このかけら消費を受け入れられるのかどうかっていうのが達兵衛狙いの優先度において一つポイントになってくるんじゃないかなと思ってます。他2体がね、レベル30というか34で進化すればとりあえず強くなるフライゴンと、メインスキルの種があればいつでも強いイワバレスっていうのも、相手が強い的な要素もあったりしますね。逆に、例えば夢のかけらにも余裕があって、万能飴もがっつりあるぜみたいな方は、すぐさまゲットして、一気に育てて、アンバー環境を初期からボーマンダと共に駆け抜けてもらえたらななんて思うので、すぐにボーマンダにリソースを注げる方は、ぜひとも優先度を上げてみてほしいなと思います。その他は、やっぱりアボカドを集められないことと、言うて代わりのポケモン、特に木の実のポケモンね、バタフリーだったり、チルタリスだったり、アーボックだったり、いるっていうことなんですよね。ちょっと本当に今からでもアボカドを集めてほしい。そんな感じでね、優先度とかを考え出すとどうしてもね、こんな感じになっちゃうかなと思いますので、考えなくたっていい。言うてもね、ボーマンダには同レベルであれば最強っていう、もう育てたくなる最高の理由がありますので、ロマンも将来性もあるし、しかも飴はね、長い目で見てそれなりに集まりやすそうだってことで、優先度は高くないけど、とにかくゲットしたいし育てたくなる、そんな達兵衛かなと思いました。と、達兵衛はね、一旦そんな感じで、続いて石住まい行きたいと思います。石住まいの優先度は、達兵衛よりは高いで行かせていただこうかなと思います。理由はもちろんアボカドを集められるからですね。で、メインスキルの種に余裕がある方であれば、フライゴンに迫るほどのアボカドを確保できるようになりますし、地味にね、オイルのポケモンって食材の能力が低めなポケモンが多いので、オイル集めにも使える石住まいの食材セレクト、初心者の方なんかにも結構おすすめできるなと思ってます。特にね、オイルのポケモンってメタモンとかクチートとかゲットするのも大変だったりとかするんですよね。レントラーがね、ゲットしやすくておすすめではあるんですけど、ゴールドまで出てこないですし、なぜかね、グレッグルたちはアンバーに出てこられませんでしたので、メインスキルの種に余裕があるかどうかと、オイルとポテトのポケモンがすでにいるかどうかっていうので、石住まいの優先度、ちょっとね、調整してみてほしいなと思います。で、最初にお伝えしたように、スキルなしの食材の能力も、スキル得意としてはトップクラスなので、万が一、めちゃくちゃ食材の能力が高い石住まいをゲットできたら、ナックラー厳選のつなぎとかでもね、活躍してもらうっていうのも一応できるかと思います。ってことでね、アボカド担当にもなれるし、ポテト、オイル担当としてもしっかり活躍してもらえるけど、メインスキルの種次第なところがありすぎる、そんな石住まいでした。それでは最後はナックラーですね。ナックラーの優先度はさすがに高い、さすがに高いで行かせていただきたいと思います。ちょっとね、ナックラーだけはトープ洞窟でも出てくるんですが、トープでも探してほしいくらい優先度の高いポケモンなんじゃないかと今のところ思ってます。理由はもちろんこちらもメインスキルの種なしでアボカドを大量に集められるほぼ唯一のポケモンだからですね。そしてそれが A 食材アボカドのナックラーしかいないっていうことで、やっぱり探したいのって AA とか AAA アボカドに特化した子になってくると思うんですよね。これがね、めちゃくちゃ沼るんですよね、厳選。特に AAA って 11% くらいなので、フレンドレベル10、金スキル確定するまでにゲットできるナックラーの数って8体になってるんですけど、8体で AAA11% を引ける確率ってほぼ 60% なのでちょっと難しいこと言ってるんですけど、10人に4人は AAA なしでフレンドレベル10に行っちゃうんですよね。
ほなもう数捕まえるしかないやろというところもあるのかなと思ってます。ってことでね、なるべく厳選優先してあげたいなという感じなんですよね。で、アボカドを早々に解放したとしても、特に初心者だとすぐに料理が作れないよっていう場合もあるかと思うんですけど、料理パワーアップ S を重ねがけすることによって、月曜日に1、2食とかだけでも最強の料理を作ることは可能なので、比較的初心者でもアボカドを解放しておく価値、最強レシピを作っておく価値っていうのはあるんじゃないかなと思ってます。で、特にバレンタインのタイミングでね、アボカドの最強デザートが追加されたりなんていうことも、一応あるかもしれませんしね。ただしね、何度も言うように、ナックラーはトープ洞窟でも出てこられますので、メインスキルの種があるんだったら、より石住まいを重要視してもいいと思いますし、トープでアボカドのナックラーを探せるんだから、アンバーキャンペーンこそアボカドじゃなくてタツベイを狙うっていうのもいいんじゃないかなと思います。といった感じでね、この3体、無課金パルはナックラー、石住まい、タツベイの順番で優先していこうかなと思うんですけれども、ぜひね、皆さんの意見もお聞かせいただけますと幸いです。私の思いついてない意見もたくさんあると思いますので、いろんな角度からぜひコメントお待ちしております。いや、アボカドね、本当に今後 B 食材がアボカドの比較的厳選しやすい食材のポケモン来てくれますかね。っていうかね、かぼちゃも集めたいし、やっぱりね、食材2種追加、しかもどっちも AAA が欲しいっていうのはね、なんなら代わりのポケモンもほぼいないっていうのなかなかきついなというのを非常に感じてますね。私もね、ちょっとこのタイミングに合わせてサブレを集めてきたつもりではあるんですけど、タツベイに使う分が果たしてあるのかっていうねそんなところをね、悩みながら、とにかくまずは新ポケに出てきてもらわないと話になりませんので、明日からの2週間、しっかりと徳を積んでいい出会いがあることを願っていきたいなと思います。そんな来週どこ行くアンバーキャンペーンの新ポケ優先度でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みになります。いつもたくさん応援いただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。それではね、明日以降も新ポケモンたちについて動画出していきたいと思いますし、溜まってる動画もいっぱいあるので頑張りたいなと思います。ってことで、アンバーキャンペーン楽しんでいきましょう。来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。